サンデースーパーで連載中であるコミカライズ版汎用寝叉姫が面白いっていう話はよくさせてもらっているわけなんですが、その作者である椎名隆先生のやられているブログがありまして、そこに今後の汎用寝叉姫のことが、さらに、楽しみになるものや、そこでしか知り得ない情報がね、ちょこちょこあったりしましたので、少し見ていこうかなと思います。ちなみに現状最新話である第7話についてもね、ちょっと触れている話になっておりますので、ネタバレご注意ください。では本当にいろいろ書いてありますので、特に気になった一部の紹介にはなっていくんですが、まず本当第1話冒頭ですね。キリン先生がアニメ版では英語教師だったのが、漫画版では古文の教師をね、している件についてなんだけど、これはキリン先生っていうのが授業中に話されていた春の夜の夢の浮橋と題して、胸に分かるる横雲の空という歌。これが山から雲が分かれていくのを見て、その春の夢、過ぎ去った過去のことをね、思い出していくっていうものなんだけど、この歌自体が、まず我々にとってのニアシャともね、ちょっと通じるところがあるよねっていうのと、この歌自体が本歌取りって読むのかな。そういう元々の歌のオマージュみたいなものなんだよね。そして、そのオマージュ元というか、この一節のこの夢の浮橋っていうのが、源氏物語の最終巻の、夢の浮橋という恋文の物語から来ている言葉で、過去の傑作からの恋文という意味合いがあることからもですね、非常にこのコミカライズ版汎用の夜叉姫の最初にぴったりであるこの歌を物語の冒頭にね入れたかったので、キリン先生はその漫画版では古文をねちょっと担当していただくという形になったみたいなんだけど、今僕の解釈でざっくりねちょっと話したんですが、これちゃんと理解するためには藤原定家と源氏物語をそれなりに理解していないとたどり着けない境地にあるので、気になる方はぜひぜひね、読んでみてもらうと椎名先生のね思惑が分かってくるのかなというところです。漫画版夜叉姫っていうのがアニメと比べると色々設定が変わっている部分があるわけなんですが、これは一重にページ数の問題であるっていうのが大きいよっていうのを椎名先生言っておりまして、アニメの内容をそのまま漫画に入れようとしますと情報量が多いよね。でそれを要約する要素として漫画家のねアレンジが必要だったわけなんですが、この結果としてね漫画版だと主人公たちの立ち位置とか今すべき目標っていうのがね非常にわかりやすくまとめられているのかなっていう感じになってますので、いやほんとね素晴らしいっていう話です。あと汎用の夜叉姫がその1の章2の章の間のねちょっと休止期間を除くと1年ほど毎週放送されていたわけなので、漫画版もそのめちゃくちゃ急いでも1年では終わらないと語っているんですが、いやー終わらないでほしい。でもコミカライズ版最新話7話での話になるんだけど、早速頭骨と頭鉄ホムラがですねまとめて倒されていきましたので、まだキリン丸やゼロとかがね、登場していないとはいえ、なかなかスピーディーに物語進んでいる気もするんですが、どうなっていくんでしょうかと。これもまず、椎名先生のブログ内の言葉をね、そのまま引用させてもらいたいんですが、こちら、キャラクターたちの設定や道筋をアレンジするとき、私はアニメ原作と違う時空を生きているんだけど、絵西は普遍みたいなことを意識しています。例えば、モロハちゃんが初めてヤバラギ師匠や甲賀忍者と出会ったとき、これは漫画版で出会ったときね、その時にアニメ時空での関係の記憶が彼らの魂の中にあって、初対面でも何か温かいものを感じてるんじゃなかろうか的な、逆にアニメ版でモロハちゃんがせつなちゃんや大事屋の人々と出会った時、コミカライズ版での関係を感じているように見えたりすると素敵だなぁと言われているんですが、これに関しては椎名隆先生の言葉になるんですけども、いやほんとねバチクソ感じているよね。僕はというかほとんどの人がねアニメ版を先に見てから漫画版を見ていると思うので、ほんとゼロからアニメ版を見た時に漫画版の温かさを感じるっていうことはちょっとできないんですが、確実にその漫画版を読んだからこそアニメでのキャラの気持ちを組めるところとか、楽しめたね部分あると、思っております。あとこのね、椎名先生の話から物語が、いろいろねアレンジされていくんだけども、そのとわの刹那に対する思いとか、キャラクターがね相手に抱いてる気持ちっていうのは、大枠で考えると今後もアニメ版漫画版でそんな変わんないっていうことなのかなって僕は読み取りました。これもまたアニメ版と設定が大きく変わったものの一つで、
漫画版ではある原因によって妖怪の体内に核が生じ、時間をかけて妖力で磨かれてできるものというね、もう全然違うものとなっております。で、あとアニメでは虹色真珠っていうのは7つ存在していたんですが、漫画版では数が減るかもっていう話。しかしですね、その今、夜叉姫たちの持っている3つ、摂政丸様がどこからか持ってきて、最終的に和らぎにね、奪われてしまった1つ、合わせてこの4つがね、今登場していることだけ覚えていてくださいとわざわざブログにね、書いてあるんですよ。ってことはですね、アニメでもそのゼロの涙っていうおしゃなアイテムだったわけですが、それ以上にこの虹色真珠の存在っていうものがですね、この物語の根底に大きく関わっていくのではと、ちょっとね、感じているところです。リオンってのが漫画版だと感情とかもはや意識がないんではないかというようなね、状況になっているんですが、これはアニメでのリオンは父の間違いを解くっていうのを重要な仕事にしていたのを、コミカライズ版では家族の悲劇に焦点を絞っていくためだとありました。だから父、キリン丸を止めるためにアニメ版ほど夜叉姫にね、リオンさん協力することがないのかなっていう、話ですかね。そして、リクもですね、アニメで登場して間もない時に、脚本の住沢さんから伺ったリクの主題っていうのがありまして、それをもとにキリン丸とゼロの関係も再構築するという風にあるんですよ。でもこれもね、ちょっといろんな読み取り方ができるんだけども、アニメではリクの存在って、キリン丸とゼロからしますと、その信頼はね、ある程度できておりましたが、部下の一人ぐらいの立ち位置だったと思うんですよ。けど、このリクがいることだったり、その生まれた理由っていうのが、そのキリン丸とゼロの関係をおかしくするぐらいの大きいものになるとか、そもそもこのリクの主題っていうのが何なのかわかりませんが、リクが登場して間もないっていうところ、ほんと初登場って7話とか1の章最初も最初で、初期のリクさんの行動もなかなか謎と言いますか、何が結局目的だったんだろうなっていうのが、考察はしていますけど、はっきりしていないところもありましたので、この時のリクを主題にするってことはよ、漫画版をね、今後読み進めていくことで、アニメ版のリクのこともね、より理解できていくんではないかと、楽しみになる話でした。次回コミカライズ版8話は、お風呂会だそうです。これは6話の動画でも軽く話したとこではあるんですが、アニメ版と違うモロハの紅夜叉化についての話だね。まず、犬夜叉と同じように銀髪となっていく変化があったんですが、これは漫画ってやっぱ白黒なんでね、そのアニメのような赤いオーラとか、目の色を変えるっていうのでは、ちょっと漫画だと分かりづらいっていうのがね、理由ですよと。で、あとこの変化の際に、イザヨイの紅っていうのを使うんだけど、これはアニメであった、犬夜叉の母のイザヨイ様の紅とは完全に、別物のアイテムで、これも前作犬夜叉で、イザヨイの紅っていうのが奈落に破壊されているから、これをそのままね、出してしまうと、矛盾が生じる。だから別のアイテムを出した方が、辻褄が合うよねっていう話みたいです。けどそうなってくると、少し話ずれていくんですが、アニメ夜叉姫では、なぜ破壊されたイザヨイの紅があったのかっていうのをね、ちょっと改めて思ったところを話したいんだけど、この紅が奈落に壊されたっていうか、そもそもこのイザヨイの紅自体がアニメオリジナル設定みたいなんで、この紅に関してだけは、アニメの時系列ではなく、これ漫画でもないんだけど、そのアニメ汎用の夜叉姫内では、その奈落に壊されていない世界線、時空なのかもしれないね。けども、これ公式ガイドブックでも、ベニが奈落に破壊されたが、リクがどうやって手に入れたかは謎に包まれているというようなね、アニメから繋がっているよ、みたいな書かれ方をされているので、やっぱりこの初期の段階のリクには、ちゃんとね、このベニを持っていた、理由に、繋がる設定とかがあったけど、描かれることがなかったとかね。だからもしかしたらここら辺の話も、結局漫画版では違うんだけど、ベニじゃなくなっちゃって、違うベニなんだけど、少し通じる話があるかもしれませんね。っていうところで、今回は椎名隆先生のブログからもですね、今後の汎用の夜叉姫楽しめるポイントありますっていう話でした。で、今後もですね、このブログ更新されるたびに少し話していきたいかなっていうところなんだけども、いや、本当にですね、もう作者さん自身が、携わっている作品に、最速でね、これ言及してくれているので、ありがたい。